おはようございます。阿部義俊です。今回はランウォークという手首サポーターを提供していただいたんで、ちょっとそれを紹介してみようと思います。一月二月ほど前に、僕はちょっと手首を痛めまして、なんかこの辺りが常にちょっと痛いという状態が続いていて、で、病院に行って見てもらって、その時には、ちょっと一回これ外しますね。こういう感じのその医療用の、手首サポーターをもらってきて、で幸いなんかちょっとこの辺をうまく手でほぐしてあげるとか、マッサージをしたり、なんかこういうストレッチをしたりとかで、痛み自体は今だいぶ改善されていて、それ自体は良かったんですけど、僕はなんか生まれつきその手首のこのメインの骨とちょっとサポートというか、その補助の骨とここに2本ありますけど、尺骨っていうのかな、こっちの補助の方の骨が少し前に出過ぎていて、なんか手首が痛くなりやすい体質というか、なんかそういう手首の形らしいんですけど、なのでちょっと気をつけて予防しながら日々生活しなきゃなと思って、だから今病院で習ってきたこの手首のマッサージみたいなものとか、このストレッチみたいなものとかをやりながら日々生活してるわけですけど、その中でこの医療用のサポーターは、これ自体はものとしてはちょっとなんていうか、さすが医療用というか、結構ごつくて、これをつけるとその手首の動きが制限されるんで痛くなりづらいというか、手首を文字通りサポーターなんでサポートしてくれるわけですけど、慣れれば大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、これ布地自体ががっちり頑丈なものなんでかなり分厚くて、でデコボコしていて、なのでここが何もつけてない状態とこの手首の感覚がかなり違うんですよね。ここが常に浮いてしまうんで。それちょっと困ったなと思っていて、デジタルの時は液タブで作業する分にはそんなにちょっと違和感があるぐらいでよかったんですけど、例えば紙と鉛筆で作業している時とかにここが出っ張っていると、ここで紙をこすってしまって、例えば鉛筆で絵描いてる時とか汚してしまったりとか、紙を傷めてしまったりするんでちょっと困ったなと思っていたんですけど、なんかそんな矢先になんかかなり自分にぴったりな多分動画を見てちょうどこういうものを必要としている人がいるっていうことで提供してもらったんだと思うんですけど、これはこっちのカメラって見えるかな、この生地自体がめちゃめちゃ薄いのと、こっちみたいにがっちりと手をサポートするわけじゃなくて、親指を固定して手首を固定して、でこっちと同じように手首の動きをある程度制限するとまで制限しないですけど、ちょっと抑えてくれて、手首の痛みが出づらいようにするっていうものなんで、さっきと比べるともう格段に全部ぐるぐる巻きにしちゃうのに比べると、親指にサポートするんで、絵を描いてる時に紙に触る部分が全部こいつは触れないようになってるんですよ。なのでそれを考えて作られているものみたいで、手首は巻いてるんだけど、手首よりもここの方がなんていうかな、こうした時にちょっと出っ張ってるじゃないですか。だからこうやって描いてる時にほぼほぼこいつ自体は紙というかこの床面に触れないんですよね。生地も薄いし。なので、これ自体は絵を描いてる時に影響が少ないんで、仕事中にずっとつけていられて、それは非常に良かったです。で手首の動きを制限する能力みたいなものに関して言うと、やっぱりこの医療用のやつの方がめちゃめちゃ頑丈なんですけど、さっき言ったみたいに、だからこいつはその分どうしてもきつかったりとか違和感があったりとかするんですよ。だからこの医療用のやつのなんというかちょっとマイルド版というか、僕みたいに今だから痛みはだいぶ抑えられて、ちょっと予防に努めるぐらいの塩梅の人にとってはかなりちょうどよくて、要するに日頃これだとやっぱり仕事に差し障るんで、仕事以外の時間をこれを使うみたいなことになるわけですけど、でも痛みが発生する負荷がかかる時って結局のところ絵を描いてる時じゃないですか。なのでどうしたもんかなと思ってたんだけど、これはだからそういう意味ではものすごく今深刻に痛みがリアルにあり続ける人っていうのは、もしかすると病院でもらったこういうものみたいなものをつけないといけないのかもしれないですけど、僕みたいにある程度痛みが和らいできて再発しないように予防しながらやっていこうとか、またこれから絵を描く作業でかなり根詰めていく人とかは、予防的な意味でこういうサポーター1個持っておくといいかなと思いました。これはだから絵を描くときに紙に触らないんで非常にいいです。あとこれつけながらタブレットとかで手汗で紙をこすらないようにする手袋みたいなやつがあるんですけど、
それをつけても、全く問題がないのでかなりごつくなりますけど、そういう意味でもこれは、そういう絵を描く人たちみたいなものも、考えて作られているものみたいで、非常に頂き物ですけど、日々使えていてとてもいいです。そうだな、なんか今気づいたんだけど、ちょっと僕多分手の大きさ的には標準よりもちょっと大きいぐらいの手の大きさだと思うんですけど、でも、手首、こいつがこの親指の部分のパーツがこの根元に一回ばらしたところからやるか、今、完全にほどくとこういう状態になっていて、サポーターがついていて、ちょっと伸縮性はほとんどない、ほんのちょっとだけ伸縮性のある薄い素材でできていて、で、最初に自分の親指に合わせて、ここを固定して、で、軽く引っ張りつつ、その手首で、手首を固定すると、この親指のところが突っ張るんで、こっち向きの動きが少し軽く制限されつつ、手首も、このメインのサポーターの部分で固定されているので、ちょっと守られているっていう感じで、サポーターとして機能するわけですけど、しばらく僕使ってた時に、ここの長さが、僕はその手の大きさ的にはだから標準よりちょっと大きいぐらいの手の大きさだけど、でもなんかちょっと長いような気がして、手首のこの巻く位置をこの説明書きにあるようなこの位置よりもちょっと下に下げて、引っ張り気味に常にだからこの部分が常に親指を引っ張るような位置になるようにちょっと下気味にこうつけてたんですよ。でなんていうかな、こんなもんだろうと思って使ってたんだけど、多分今気づいた、間違えてましたね。やっぱりこの説明書通りに手首を固定するようにしっかりと巻いていて、で、むしろこの方がここもしっかりとここにかぶさるからなのかな、無理やりこれを奥に引っ張るよりも、なんか安定して固定されていて、その手首の動きをこの部分で、しっかりと固定していることによって痛みが起きるのを防いでいるっていう、こっちと同じような作りですね。でここが薄手になってる分、親指の方のパーツによってちょっとこの部分が弱いことを補ってるっていう感じでうまく考えられてるんじゃないかと思います。というわけで、長時間つけていても今のところ寒い時期なんでっていうのもありますけど、何かこう蒸れてくるみたいなこともないですし、素材自体もしっかりしていて長く使えそうですし、もともと多分そんなにめちゃくちゃ高いものでもないし、ちょっと値段後でちょっとこの辺に書いておきます。なので今クラウドファンディングかなんかでやってるのかな、絵描きとかなんか手首使う作業をする人は今ちょっと痛みが出てる人にとってもいいだろうし、なんか予防的にこういうものをあらかじめ使っておくと、僕みたいに何でしょう年取ってから手首が痛くなってくるみたいなことをちょっと防げるかもしれませんね。なんか痛くなってからだと本当めんどくさいんですよ。なので予防的な意味でちょっと使ってみるのもいいかなと思いました。という手首、サポーターの紹介でした。ありがとうございます。ではでは。はい。